やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、このチャンネルでも定番線としておなじみの、ジアレイシリーズ、あれ？でもいつもと比べて全然色が派手なような、そう。今回紹介するのは、以前おすすめとして紹介していた、ネイビー、茶色、黒の2シリーズじゃなくて、新色の3シリーズだ。色が変わっただけじゃなくて、ジアレイシリーズは、今までプラスチックビーズのスライダーを装備していたんだけど、3シリーズは、すべて金属製の、より良いデザインのスライダーを装備する、ずれにくく、見た目もスマートだ。結構多く上がっていたユーザーからの声だったので、このタイミングで対応した、ということなんだと思う。色は本当にカラフルで、なんとも個性豊かな6色が展開されてる。洗剤は未種類で、それぞれに新しく2式が設定された、というわけだ。ジアレイは基本的に単結晶導線で作られていて、その中でも、単純な高純度導線のものが、赤色と金色の被膜を持つ、ジルドと3、赤色と金色とめでたい色合いなんだけど、その音色の方はかなり落ち着いた塩梅だ。黒色のジルドと2でも感じたことなんだけど、定番ケーブルの乗り換えにすごくちょうどいい洗剤だな。音はあまり鋭くなりすぎず、程よいウォーム感で、低音側もしっかりと強い、弱点が特になく、扱いやすいケーブルだ。これは、どのシリーズにも言えることなんだけど、ジアレイシリーズのケーブルは、どのケーブルも、程よい太さに止まっていて、布巻きケーブルで問題になりやすい、衣服とのタッチノイズが適正に抑えられている。布巻きだからうるさい、と考えずに、程よい太さの布巻きケーブルは一回試してみるべきだと思うぞ。同線の JLDT シリーズは、どんなイヤホンにも合わせやすい。取り回しがしづらいケーブルの乗り換えにしてもいいし、低価格の KZ で、落ち着いたバランスを持ったまま、アップグレードしたい時におすすめだ。ちなみに、純導線、OCC 線のまま、より鋭い音色が欲しければ、より純度が高い、ミックス PP が、近い価格帯でよりくっきりした音を出すのでおすすめだぞ。というわけで、純銅で、銀メッキなどが施されていない、一番オーソドックスなケーブルが、JLDT さん、純銅線は、赤と金色だ。紛らわしいのでよくチェックしよう。続けて、2シリーズでは青色だった、JLY シリーズ、JLY3 シリーズは、今回は緑色と灰色がラインナップされたぞ。型番の表記などがないので、区別しにくい、銀メッキは、緑と灰、と覚えよう。銀メッキ線になった JLY シリーズは、純銅線よりも、よりくっきり、はっきりとした音を鳴らしてくれる。ただ、純銅線に比べると、若干音色がすっきりしたところがあって、より、さっぱりとした、中低音域が激アツになりすぎない鳴り方を探している人におすすめだ。ジアレイは OCC 線であることは公表してるんだけど、純度に関しては非公表。つまり、言うほど高い純度じゃないってことだと思われる。で、このおかげで、程よい暖色感が、導線には生まれるんだけど、もうちょっとスッキリしてくれないかなと思う人もいるはず。そんな人にちょうどいいのが、この銀メッキ線の灰色と緑色だ。より見通しの良い空間も手に入れられるので、銀メッキ線の出番は多いはず。ちょっと低音が多すぎるかなと思った時にも銀メッキ線の緑と灰色がおすすめだ。実は、見分けをつけるようにしたのか、この JLY3 シリーズの前に発売された、青色の JLY にも、このシリーズと同じ、金属製のスライダーを使っているので、より落ち着いた色合いが欲しい人は、JLY にも合わせて検討してみてくれ。で、低音たっぷり、高音スッキリの、純銅線、銀メッキ線をここまで紹介したな。でもどっちも欲しい、という欲張りセットが欲しい人は、ミックス線の JLH3 シリーズがおすすめだ。JLH2 では茶色のケーブルだな。JLH3 シリーズでは、紫とオレンジが用意されている。本当に派手だな。個人的に、ジアレイと聞いて、一番使ってるのはこれ。これだけで、8本ほど手元にある、KZ 系のイヤホンの、中高音域をより明瞭にしつつ、より強烈な低音域、つまり、ドンシャリを保ったまま、パワーアップするんだったら、JLH さんがとてもおすすめだ。ライバルとしては、同価格帯で販売されている、HC 系の純銀線、レッド AG がおすすめになる。ただ、レッド AG が、より、中高音域からボーカルあたりをくっきりと、音色を分けていくのに対し、ジアレイ JLH シリーズは、よりパワフルな鳴り方をする。パワーを求めるなら、JLH さんがおすすめだ。また、空間表現も一番派手なので、一番広く、はっきりと聞こえる。パワー系を求めるなら、ミックス線、オレンジとパープルの JLH さんだ。今回、新商品なのに洗剤は変わってないのといぶかしむ人も多いと思うんだけど、この価格帯でオーソドックスな、純銅、銀メッキ、ミックスを揃えているジアレイは、むしろ余計なことをしてくれない方がありがたい。何気に無酸素銅のケーブルと比較すると、
中高音域の引き立ち方、分離感などに、明らかに優位性があるので、低価格イヤホンから、そこそこの価格のイヤホンの乗り換えるアップグレードケーブルとしては、すごく効果を確認できて、なおかつ取り回しもちょうど良い太さ。加えて、ジアレイはプラグの選択肢が豊富なのも良いところ。このケーブル、2ピン埋め込み式対応、MMCX、そして、低価格でよく利用される、QDC プラグも対応。イヤホンジャックの方も、アンバランス、バランスともに用意されてるぞ。今回は色が多くてプラグも多いので、間違って注文しないように、特に気をつけよう。というわけで、色は豊富に揃ったんだけど、相変わらず、ジアレイらしさは残ってる。程よい太さで取り回しが良く、布巻きケーブルの中ではかなりタッチノイズが少ない。加えて、価格はこなれていて、おまけにプラグの種類も豊富。無酸素銅のケーブルからアップグレードすると、若干見通しの良い、空間を感じる表現が手に入る。さらに、銅、銀メッキ、ミックスと、伸ばしたい方向に合わせて選択できる。と、やっぱり、個人的には初心者に最初に触ってみてほしいアップグレードケーブルだ。初心者以外はそんなにおすすめじゃないのって？僕2桁本持ってるんですよ。というわけで、低価格からコスパオーディオを好む人だったら、誰にでもおすすめできるケーブルだ。今回のジアレイ、色がちょっと派手だなぁ、と思う人には、もちろん、従来の、落ち着いた2シリーズも併売されているので、そちらを掴むのもありだと思う。おすすめだぞ。といったところで今回はここまで。とりあえずジアレイさしてから考えろ。